皆さん、おっちゃん、バッパン翔太でございます。今日なんですけど、まだちょっとね、カメラの調子が悪いんですよ。ということで、外に撮影しに行けないんで、今日はまた、Q&A ね、していきたいなと思います。まあ、インスタグラムの方でたくさん皆さんから質問をいただいたんで、それにちょっと答えていきたいなと思うんですけど、まあ、ずっとこれしたかったですよ。We wanted to do long time、まあ、ちょっとね、なかなか時間がなくてできなかったんで、めっちゃいい機会、カメラさんありがとうございます。壊れてくれてね。情報量たっぷり。そうですね。ということでちょっとしていきたいなと思うんですけど、まあいっぱい質問はほんまありがとうございますんで、ちょっと読んでいきよったら、このパーソナル僕らのことについてと、あとバンライフについてが結構分かれてたんで、質問をちょっと2つに分けてちょっとしていきたいなと思います。はい。まあ僕たち今ね、こうやって日本一周このね、キャラバンさんを自分たちで DIY して今日本一周してるんですけど、みんな一番質問多かった年齢はHow old are we? あ、そうですか。はい、年齢めっちゃ多かったんですよ。45歳。なんで俺45歳僕結構年いって見られたり、めっちゃ若く見られた。時々18歳ですか言われたり、時々翔太35以上やと思ってましたとか。そうですか。はい。結構いろいろばらつくんですけど、僕何倍やったらさ 27？ ほら。そう、今は28でも、そう28。今年は29。あ、俺 29？ はい、いいよ、俺27ですよ。マジで。ちょっと27、28、29の間だと思うんですけど、はい、僕1992年の3月12日生まれです。はい、もう全部もうどんどん誕生日プレゼントよろしくお願いします。これはなんか言った感じ。おいじゃあルースさん次、はい。私30歳。おお、ルースさん30歳。はい、ルースさんは1個上な感じやね。1年3ヶ月。はい。違うね。で、ルースさんの誕生日はいつですか？12月。12月1日やね。はい。職業はっていう質問、これも多かったね。まあ僕たち今2人ともそのフルタイムで YouTube と、ブログで2人でやってます。はい、で、初めは僕1人で YouTube やってて、でしてたんですけど、やっぱりその旅しながらワンライフしながらやったらやっぱり仕事もね手が回らんようになって、でルースさんに今手伝ってもらってるんですけど、まあルースさんは昔仕事してましたよね、一人で。違う仕事してて、今年の1月から、YouTube と一緒に。その前はルースさんは、オンラインの、店の仕事でね、をイギリスでやってたんですけど、オンラインでね、まあそれはちょっとやめてて、今は YouTube2 人でやってます。はい。翔太のツッコミ大丈夫ですかって、翔太のなんか関西ジョークみたいな感じでルースさんちょっといじるときあるじゃないですか。そう、正直日本のジョーク、全然大丈夫。全然大丈夫。私の国のジョーク、サーカズムあります。もうサーカズム、もっとひどいジョーク。ルースさんの、逆にルースさんの母国の方のジョークの方がものすごい強烈ですよ。もうすごいね、体のこととかいろんなことをジョークで笑いにしてするんで、逆に僕が向こう行ってなんかこいつちょっとそれ言い過ぎちゃうみたいな方が多いんですよ。だから関西なんかまだしょぼいですよ。関西のジョーク結構コメントと結構ありますよ。ルースさんかわいそうとかねあるけど、向こう行ったらもっとですよ。ごっついジョークね、ルースさん。私のジョークのオーバーシーイギリスのねジョーク。もっとひどいですよ。全然軽い。もういつもイギリス行ったらもうずっと泣いてますよ。で。まあということで、関西のノリとかも全然、面白いで逆にね、なんか楽しいって言うし、まあ僕らの2人の関係はそんな感じですよね。お肉は国産派。僕だとルースさんは肉食べないんで、できるだけ僕はその量を肉の食べる量は少ないんですけど、いいものを食べるっていう感じですね。毎日食べるんじゃなくて、まあ週に1回、1週間にね1回いい肉を食べるっていう感じのシステムをしてますね、僕は。まあでも野菜もそんな感じで、野菜もできるだけ無人のね店で買ったり、ローカルな野菜を買ったりみたいな、結構、食べ物はいいもんというよりいいもんじゃないですかね。ローカルのものを買ったりしてますよね。だから結構料理とか料理する時とかも結構スクラッチからハンドメイドでよく作ったり、ピザの生地とかね、そういうのするのが好きで、まあでも半額は大好きですけどね。あれ半額はもうご褒美ですよね。もうちょっとどうしてもしたくないという時とかたまには OK ですよね。どうですか？はい、スクラッチから安い。安いしね。
ルースさんのバケットリスト。これも結構聞かれますよ、これ。ありますよ。そう、正直、最近、新しいバケットリストアイディア作りました。でも、今年私の一番バケットリストもの100名山。ああ、そう、日本100名山を達成したいってね。それね。今、日本一周知ってます。そう、多分チャンスあります。チャンスあるかもしれないね。今何個行ったんですか？How many？ 7個。7個ぐらいかね。多分まだまだ先は長いです。はい。英語とスペイン語はどうやって勉強しましたか？初めオーストラリアで僕行ったんですけど、その時ももうほぼ勉強はしてないですよ。もうほぼもうパーティーで飲んで話してみたいな。ルースさんもねスペイン語話すんですけど、僕らメキシコ行った時もやっぱり環境に行く、その話さないといけない環境に行くっていうのが多分一番大切だと思います。僕メキシコ行った時とかやったら、そうビールの頼み方どうやってせなあかんね、そういう立場に行かないと覚えない。っていうかどういった単語、どういったセンテンスが必要かっていうのが分かるじゃないですか。その立場に行かないと。ルースさんもそんな感じで、でもルースさん残念ながらコロナでね、あんまり人とね喋ることがないんで、僕としか日本語喋らないんで。でも僕はルースさんの知ってる単語ばっかり喋るんで、だからなかなか難しいんですけどね。お酒の多分私はちょっと緊張柔らかいね。わーっとなって。はい、そう。もし言葉問題あります。そうなんですよ。お酒は結構あれ有効ですよね。間違ってもええわ、もう何もないわ、もうええわ、伝わってええわみたいな感じになるんで、すごい緊張がヒッと取れて、すごく簡単に話せるんですね。10年後どうしたい ?After 10 years。僕からいきますか。僕はもう10年後多分地球が壊れてると思ってるんで、爆発してなくなってると思ってるんで、僕はもう今しか見えないですよね。僕は10年後はどうなるかわからないから今を思い切って生きるっていう今。はい。10年後わかりません。ルースさん。正直10年の後私の野菜ガーデン欲しい。たくさん私の自分の野菜。やっぱ全然違うね、僕とは。私の夢、私の自分の野菜作りたい。なるほど。ケミカルなし。自給自足。わかりました。この前ライブでもちょっとあったんですけど、僕はもう一切見ないです。僕はもうワンピースしか見ないです。ねえ、僕ルースさんいつも言われるよね。何見とんで、どうせまだワンピースやろうってこう見せたらいつもワンピースしか見てないでしょ、僕。ルースさんはいつも違うともう最近スウェーデンの YouTuber 名前はジョアナ・ジントン、スウェーデンの文化、スウェーデンの南場所。最近ルースさんスウェーデンに住みたい、翔太ワンライフ終わったらスウェーデンに行こうって言うてくるもんね。なんかそんな影響なんかね。住みたくない。でも多分1ヶ月2ヶ月だけ旅行ね。経験。なるほど。はい。海外に出た時の仕事、初めて海外行った時の仕事、初めて海外行った時は僕オーストラリア行ったんですけど、全く英語もスペイン語も何も語学日本語しか話せなかったんで、僕は初めどうやったかね、なんか日本食のレストランで働いて、オーストラリアのでそこでまず一番初めに英語を勉強して、仕事の時はその日本人の方と一緒に働くんで、日本語なんですけど、仕事言ってももうアルバイトみたいな感じで、プライベートの時にもう必死で英語を話して遊んでで英語を覚えて、そこからオーストラリアの企業さんで働かせてもらったり、ニュージーランドは僕庭師ね、庭師の会社にちょっとワークビザもらったり、あの時2年ぐらいおったかね、ニュージーランドのビザもらってワークビザもらって来たりしましたね。ルースさんはまた違うね。ルースさんはもう頭賢い、もうね、エリートやから大学卒業してね、そこからどこ行きました？初めて仕事。カタール。そこで何の仕事？ビジネスマン。違います。何の仕事やったか。It's like a graduate scheme, hotel company. Yeah, どうでしたか？初めての仕事、海外の仕事。ルースさん英語喋るからどこでも仕事できるじゃないですか。英語はすごいですよ。多分アメリカの会社仕事をしました。そうみんな英語話せます。
話せますか、はい、でもこの会社多分6年ぐらい仕事しました、はい、オーストラリアも同じ会社仕事してました、はい、それからちょっと会いました。そうやね。でもなんか海外行ったら何とかなりますよ。なんか仕事ありますよ。日本のなんかオーストラリアとかニュージーランドとか日本のレストランとかもよくあるし、日本の車の会社とかもあるし、日本企業っていうのいろいろね、車の会社、はい、あります。僕一回働きましたよ。あニュージーランドで。でも僕はもうほんまもういっぱいいっぱい仕事しました。もう数えきれないほどたくさんの仕事。まあ逆にルースさんは1個しかしてないみたいな感じですね。僕タトゥーはニュージーランド産みたいな。はい。ここはニュージーランドなんですけど、僕はその旅始めた時に県じゃない国回ったことで1個ずつ作っていきたいみたいな感じだったね。だからこのやつはニュージーランド、ここのやつはフィジー、ここのやつここフィリピンやね。ここフィリピンね。フィリピンあの時面白かったね。タトゥアージなんかフィリピンの伝統のタトゥー織師がおって98歳か99歳100歳ぐらいかね。目が見えない人なんですけど、おばあちゃんね。すんごい山のあれもすごかったね。あの山バスでは行けない、もう歩いてしか行けないようなところで、そこに一つのビレッジがあって、でそこに住んでるおばあちゃんなんですけど、なんか竹でコンコンしてすんごい絶景やったね。ほんまもう山の上やったね。綺麗かったビューどうですか？ビデオめっちゃ面白い。あれは面白いね。で、チュリーハウス、カメラありません。はい、チュリーハウスでね過ごして3泊ぐらいしたのかね。あれはすごかったな。でもその辺豚とか鶏とかも走り回って、もうほんま元祖昔のなんていうビレッジみたいなところでねやってもらったんですけど、まあこんな感じですかね。まあ国ごとに作っていきたいっていうのが昔あったんで、それでしていきたい。メキシコ、ここはメキシコやねとか、そんな感じです。はい。ルーさんタトゥーについてどう思います？私タトゥーありません。はい。どう思います？僕はある。はい、そう、もし人タトゥーしたい？問題ない。私欲しい。何ですか？痛そう。違います。私の皮好きね。スキンめっちゃ白い。多分インクめっちゃブルーカラーいきます。なるほど。So like tan skin looks really cool, I think. ルーさん僕のこの肌がちょっと黒くなるのがすごいね好きらしい。なんかルーさんホワイトよりこっちの方がいいですか？ルーさんも焦げたいらしいです。無理、ルーさん焦げゆでだこなってもね。いやね、you gotta be the boiled octopus のベリーでゆでだこなってもな。すごいね。やっぱりないものねだりなんかね、なんか白い肌が欲しいっていう人もおるし、こうやってルースさんみたいにルースさんの白い人はこうやって焦げたいっていうしね。日本の薬や多分シルビーのクリーム見ました。白くなる。多分日本人白い人が好きじゃないですか。白くなりたい。じゃあ次なんですけど、お互いの一番いいところ、ルースさんの一番いいところありません？冗談です。ルースさんの一番いいところはなんかね、その心がもうナチュラリー自然ルースさんの自然な心がすごい優しいというかカインドっていうかね、何もルースさんは作ってはないんですけど、このルースさんのハートがすごいナチュラリーカインド。これで、That's the nicest thing you've ever said to me. It's not a joke. It's not a joke. I'm not joking. Okay, you? そう毎日家族と一緒に笑ってる。一緒に楽しい。なるほど。はい。毎日笑う。ということでこれからもっともっと冗談言っていっていいですか？面白い人。おもろい人。ということで冗談を言っていきますね。日本のどこに住みたいですか？ Where do you want to live? 僕はなんていうんですかね、一つの場所に滞在するのがすごい嫌なんで、僕はもう地球が家ということでいろんなところに住みたい。だから一つのところになんていうんですか、定住っていうのは僕の中ではないです。ルースさんは？正直今日本一周知ってます。20% だけ見ました。日本。わからない。でもずっと日本住みたくない。正直スコットランドも。ルーさん言ってましたね。ルーさんはスコットランド行って日本来て、スコットランド行って日本行って、でちょっと違うとこ行ってみたいな感じ
のスタイルが欲しいって言ってるんで、まあ、僕もルースさんもどっか一箇所にっていうの考えは全然ないね。ね、いろんなとこねぶらりしたいね。世界のお気に入りベスト3はどこですかって。まあ僕からいきました。僕はじゃあ、メキシコナンバーワン、2番はブラジル、3番はコロンビア。僕はもう中南米が大好きなんで、まあ中米は入ってないか、メキシコ北米なんで、僕はすごいラテンの雰囲気が大好きなんで。ルースさんもメキシコ。メキシコ。はい。おメキシコ1位？ナンバーワン。おお。食べ物美味しいもんね、メキシコ。はい。ソウルがめちゃめちゃいい。道めっちゃ色々。カラフル。カラフルな色。はい。多分2番。日本。おお、日本入りました、2番。はい。3番ニュージーランド。ニュージーランド。でももっと南アメリカ行きたい。南米、ルーさん行きたいところもね、南米どんな感じか見てみたいの多いらしいね。はい。OK、じゃあ次なんですけど、これめっちゃ多かった。ルースさんのビザどないなってるんですか？ルースさん違法入国してるんじゃ、違法滞在してるんじゃないですかっていう、これめっちゃ多かったんですけど、まあこれね、結構時間がかかって、で、ルースさんのワーキングホリデービザが1月に切れて、で、前、姫路帰った時に、これめっちゃペーパーワークめちゃめちゃ多かったんですけど、なんとか、ルースさんのビザ新しく取れて、で、あと、カップルイヤーズ2、3年は日本に住めるっていう感じですよね。よかったですよ。結構大変でしたけど、どうでしたか？で、なかなか結果が来なかったんで、その結果が待ってる分、ちょっと皆さんに報告が遅れたっていう形になるんですけど、まあ今回いい機会なんで報告できてよかったです。皆さん心配ありがとうございます。全然大丈夫です。ルースさんは、違法滞在しておりません。ルースさんクリミナルではありません。クリミナルありません。もちろん。いつもルールをフォローします。はい。まあということでルースさんのビザは大丈夫ですってことです。はい。ルーさん、ホームシック大丈夫ですか？ルーさんのこと心配してくれてる人いますよ。はい、もちろんホームシック。はい。私の国帰れません。はい。難しい。でも、みんな同じシチュエーション。はい。多分たくさん人今違う国います。でも、はい、旅できない。もちろんホームシックでも。ルーさん前の6月にね、去年の6月に帰る予定やったんやけど、コロナで帰れないね。12月も帰る予定だけど帰れないっていう感じでね。まあでもしょうがないね。でまあでもルースさんでも1週間に1回もっとか2、3日に1回は多分お父さんとお母さん電話してるんで、バンでね。だから難しいけど。でもみんな今同じシチュエーションで、私の家族と友達みんな今ヘルシー、はい、健康ね。たくさん人死んだ、めっちゃ悲しい。ということで、まあ今回なんですけど、まあ皆さんたくさんシーズン1ありがとうございます。今回はちょっとパーソナル、個人的なことについて、まあちょっとQ&A してみました。で、まあ他にもバンライフのことについていっぱいその Q&A があるんで、まあ次回はそのバンライフにちょっと絞っていっぱいQ&Aしていきたいなと思います。インスタは皆さんがメッセージありがとうございます。はい。